はい、皆さんこんにちは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴本当にありがとうございます。今回は7月25日頃から8月13日日食までのこの期間、星がどのように動くかというエネルギー解説をさせていただきます。また後半では各星座ごとにタロットを使いながらこの期間に意識しておきたいことや起こりやすい私たちの心の動きだったり流れをよりよく生かすためのヒントもお伝えできればと思っています。よろしくお願いします。まずこの星の解説なんですが、ちょうど7月23日から太陽が獅子座に入ったんですね。で獅子座っていうのは実は太陽と獅子座っていうのはセットなんです、先生術でいうと。なので最も太陽という自分らしさとか自分自身の光だったり強さだったり情熱っていうものを外に表現しやすい季節ということになります。普通で考えても今ちょっと暑すぎますけども、冬の季節で外に出れない寒すぎるというわけではなく、暖かくて日が長くて明るくて、その間自分が好きなことを外に表現できる、何かに挑戦できる、生み出していける、企画できるっていうようなタイミングなので、ちょうどこの7月23日からは非常に自分はやりたいことっていうのが表に出てきやすい、自分ってなんだろうみたいな個性も出てきやすいタイミングということになります。太陽が獅子座に入ってるっていうのは、8月23日までは太陽獅子座なんですけども、特にこの7月の末っていうのがすごくエネルギーが強いんですね。これは一つはまず7月24日に逆行していた彗星が順行に戻るということで、これは逆行してる期間というのはちょっと勘違いが起きやすかったりとか、物事が行ったり来たりしやすいとかですね、振り返りが多いって言われている時なんですが、それが順行に戻るということで、ストレートに自分が思ったことをやっていきたいっていうような、振り返りは終わって前に進むぞみたいな、そんなタイミングになります。なのでスケジュールとか物事っていうのは少しスムーズに進みやすくなります。そして今月の7月29日が満月なんですけども、この満月の時っていうのが一番ですね、その太陽が獅子座というエネルギーがパーンと開くなみたいな感じなんですね。というのが今年の後半、2026年の後半は木星という発展拡大を示す大きな惑星が、これも今獅子座に入っているんです。ということはこの太陽も獅子座、木星も獅子座ということで、この2つの大きな惑星が地球から見るとひっついているように見えるんですね。同じ方向に並んでいるということなんです。ということは同じ方向からこの太陽の明るさと自分らしさと木星の拡大していく力、伸ばしていく力、発展させていく力っていうのが一緒にやってくるから、ものすごく強い拡大拡張のエネルギーとして感じるんじゃないかと思うんです。なので何か自分がやりたいことがあるってなったら、もうそのことにすごく没頭したくなるとか、自分をもっと見せたくなるとか、表現したくなるとか、もっと楽しみたいみたいなそういうエネルギーになります。なのでこの7月の後半、特に末ぐらいからはなんとなく嬉しいムードというか楽しいムードみたいなものが広がるんじゃないかなと思います。特にこの7月29日の満月っていうのは、太陽と木星がひっついて何かが拡張する、拡大するっていうだけじゃなくて、お月さんと深いところの冥王星というエネルギーもまた同じくこの時っていうのはひっついて見える、同じ方向、もう太陽と真反対の方向にあるので、ものすごくその内側からのエネルギーが出てくるみたいな、そんな感じじゃないかと思います。特に何かごまかして何かをするとか作ろうとか、そういうエネルギーとは全く違っていて、自分の中にあるそもそも備わっている真の部分からの表現、言いたいこと、やりたいことっていうものがものすごく伸びるよ、創造性がすごく膨らむよというタイミングになります。とてもいいなって感じがしますね、これは。そしてですね、もう一つ、8月の7日になりますと金星が天秤座に入るんですね。でこの天秤座っていうのは平等だったりとか調和に満ちたすごくいいエネルギーで、これも実は金星と天秤座というのはセットなので、金星の愛情とかお金とか豊かさとか社交性というものがふんだんに出やすいんです。でこのエネルギーも実はですね、また冥王星とか天王星ととてもいい角度、風のグランドトラインという角度を取りまして、もうとってももう流れるように進んでいくっていう感じかな。愛情だったりとか嬉しいことや楽しいことっていうのがとってもスムーズに膨らんでいく、流れていく、必要な人のところに届いていくみたいな、そんな流れなんです。
そしてもう一つですね、私がいいなと思っているのが、占星術の中ではドラゴンヘッドとかノースノードと言われているポイントがありまして、これはすごく専門的に言っちゃうと、その平均値と真位置とちょっとずれるんですが、でも大体7月の末から8月にかけて水亀座に入るんですね。でこれも水亀座っていうのはこう人類皆兄弟みたいな博愛主義だったりとか、個人個人がそれぞれに個性があるからこそみんな仲間なんだみたいな感じなんです。こうみんな一斉に並んで同じとかではなく、違う者同士だからこそみんながチームだよとか、それぞれが生かされる場所だよみたいな感じがあるので、とてもなんか人とのつながりとかあり方、自分のあり方も他者と合わせなくてもいいとかですね、自分の個性を、どうでしょう、昔はこう出る杭は打たれるみたいな感覚があったり、みんな一緒にしましょうみたいな感じがあったと思うんですけど、もう今やもうそれぞれの個性、デコボコしてたってそれが個性ということで、そのままでつながっていける時代が始まってるっていう感じがするので、それがこの7月の後半から始まるなっていう感じです。でそうこうしながら8月13日が皆既日食になります。これは獅子座で起こる皆既日食です。日食っていうのはとても重要なタイミングなんですね。なのでまたこれは13日ぐらいに次の動画をアップしようと思いますが、そこに向かって私たちの何かが芽生え始める、育ち始める喜びだったり嬉しさだったり、なんか自分の創造性だったり自己表現だったり自分らしさだったりっていうものが自然と広がるよっていう流れが8月13日に向けてある、とても豊かなエネルギーということです。このエネルギーが各星座にとってはどう出るのか、ちょっとタロットを使いながらまた少し深掘りしていきたいと思います。はい、ではここから大下さんのタロットも見てみたいと思います。よろしくお願いします。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。ソード3の逆、ワンド10、カップの9、ストレングス、ワンドの6逆、カップの4、女帝。はい、気をつけること対策が、ペンタクスの4とカップの10逆とオラクルはワンドのクイーン逆です。なるほどね。なんかいろんなちょっと感情がありますね。ちょっと星の補足説明もさせていただきたいんですけど、星で見るとこの時期の大下さんはとにかく家の中がものすごく光ってます。いや家の中揉めてますけどっていう方も、それこそじゃあ家を落ち着かせるために向き合うべき課題が今出てきてるっていうだけで、本当に心地よく自分が過ごしていくための空間、家の中や家族関係やその本当に場所もそうですけど、そういった本当に心が落ち着くものが人生のベースとなるものが整えられる時だよっていう感じがあります。なのでそういう視点で見た時に、今家族間で何が起こってますかとか、もしくは家族のように親しい人との関係の中で何が起きてますかとか、自分が今いる場所って本当にここにずっといるのかなとか、なんかそういうことを考えさせられてるのかなっていうふうに思いました。でこれとてもいい応援のエネルギーなので、もし何か問題が浮上していったとしても、これは必ず落ち着くために今だからこそ見れるよっていうテーマが出てると思っておいてください。何もなんか都合いいことだけでよかったねだけではなく、本当に心地いいことに落ち着くための余計なものをなんか省いてるっていうことかもしれませんのでね。そしてもう一つですね、同時に家のことだけじゃなくて、その自分の心の中とか、ベースが整うことによって、これから自分はどうしていこうかっていう、逆に言うと今度仕事運とか、社会でどう活動していくかっていうことも、実は際立ってくるんですね。家のことっていうとなんか仕事関係ないことのように思うかもしれないんですけど、関連しているんです。で、それが両方カードで出てるなっていうふうに思ったんです。で、これは特に8月13日までっていうことで、今カードを見てますが、星では
ですね、8月13日以降も、13日にもう一回ちょっと確かめることがあり、その家のこととかいろいろあるので、その前の出来事として何かが膨らんでるんだなと思うので、もしかしたら、いや別に家のこと何も問題ないですよとか、別に住む場所も変わりませんしっていう方は、内側でどんなエネルギーが湧いてきてるのかなっていうふうに思ってみてほしいんです。そしてこの湧いてきてるエネルギーを生かして、自分は外でどんなふうに活動したいのかなっていう、そのなんか、きっかけにもなるので、なんかそういうことが起こってるんじゃないかと思います。うん。そうね。で、そしてですね、8月の7日以降は、冒頭でね、こう、金星が天秤座に入ることによって、すごく人間関係も豊かだよっていうふうに言ったんですけども、大志田さんにとっては、実は働くこと、お金を稼いだり、日常生活をどのように心地よく過ごすかによって、仕事の関わり、社会との関わりっていうの、そういうのもなんか全部、いろいろプラスに働くので、なんか本当に仕事だけじゃなくて、家のことも含め、気持ちのことも含め、なんかいろんな可能性が今あるなって感じです。要するにでもやっぱりベースが整うからこそ、外側がだんだんなんか輝いてくるみたいな、そんな感じですね。で、カードで見た時に、少し前にやっぱりここでカップの9というカードが出ているので、なんだか嬉しいことがあったのかなって感じがします。あ、やっぱり良かったって思うような気持ちとか、想定外の喜びがあったんじゃないでしょうか。それによって自分の中から、本来の自分の力っていうものがすごく出てきてます。不可能を可能にする力、できるかもしれないって思いとか、あ、やっぱりこうしたいって思いとかがすごく出てきているので、なんかいい流れがあるんだろうなと思います。で、その流れを、それをすごく信じて進んでいっていただけたらいいんですけれども、なぜか、人ってやっぱり気持ち的にね、こういろいろ揺れたりとか、ちょっと振り返りたくなる時ってありますよね。だからそんな感じでやっぱり入り口が、何かを気にしてるんですね。なんか自分はやっぱり今の仕事は向かないんじゃないかとか、頑張ったところで先が見えてるなとか、そういう何か現実悪くないのに、こう意識の中でちょっとこう、その意識を引っ張るネガティブ要因があるっていう感じでしょうか。で、このネガティブなものっていうのは現実じゃないんです。単にご自身が疲れていたりとか、寝不足だったりとか、もしくはホルモンのバランスが崩れたりとか、そういうことで、多少ネガティブに物事を見たくなる時があるだけで、実際にそれはネガティブではないんですけども、ちょっと気持ち的にやっぱり、少し揺れる時もあったのかなって感じが出てますね。でも、そういうもんなんですよ、本当に。何か今家の中とか心の中がすごく強調されてて、そこに光が入ってくるってなったら、まずはやっぱり嫌な部分を出しましょうとか、ちょっと嫌な感情を見ましょうっていうのもあったりするので、そこに全然引っ張られないでください。だからもしも感情面で気になることがあったとしても、それが自分の運勢や自分の毎日を本当に侵してるわけではないというふうに思っておいてください。その不安な材料がなくなったらうまくいくっていうことでもないっていうことなんです。不安な材料があったとしても、期待がいっぱいだったとしても、変わらず日常は整えられていくっていうことなんですね。で、その自分が不可能を可能にする力っていうのも、自分が調子がいいからできるとか、ネガティブな思いがあるからできないってことではないということなんです。もうその力っていうのは備わっているものだから、感情に振り回されずに、それはできるよっていうふうに思っておいてください。なので、全体の流れとしてはすごくいいんですが、そのさっき言った感情の、なんかいろんな感情があるのかなっていうのが、出ているということなんですね。で、それが例えば、あのなんかやることが多いんですよっていうことかもしれないし、あれもしなくちゃいけないし、これもしなくちゃいけないし、もうちょっとなんか自分は豊かに生活するってなったら、こうしなきゃいけないしな、みたいな。でも、頭では分かってるんだけど、なかなかそれできないんですよね、みたいな、そういうこともあるかもしれませんね。で、どっかから何かいい話が来ないかなとか、そういう思いあるかもしれないんですけど、今この時はですね、ちょっと他力本願には行きにくいんですよね。なんか期待していたことっていうのはそんなに入ってきづらいんです。で、なぜかっていうと、それは決して運が悪いからとかそういうことではなくて、みんないい時なんですよ、今。比較的どの星座の方も、今、それは12星座共通として、さっき言った太陽とか木星が、ひっついているので、皆さんの意識が上がろうとしてる時なんですけど、みんなそれぞれに自分のやりたいことをやるから、
他者に気遣う余裕はないみたいな感じがあるんですけど、なのでお医者さんが何を願ってるかなんですけどね、仕事のことで願っているとしたら、立場とか役職とか立場っていうものはあんまり変わらないけれども、お金を稼ぐということはできますみたいな感じです。なんか通じますかね。こう道筋として、例えばすごく自分の立場が変わったり、すごく大きなところと契約取れたりとかしたら、ああ、これで安泰だみたいな思いがあって、そう願っているとしたらそうじゃないんだけど、別のところで別に必要なお金は稼げるよねみたいな感じがあるんですね。なので、どういう経路でそこにたどり着くかっていうのは分からないんですけれども、最終的には女帝ということで、とっても豊かなカードが出ています。これはプライベートでもそう嬉しいよねっていうのもあるし、仕事でも豊かだなって、自分が成し得たことってこんなに豊かだったんだって感じられるとか、そういうこともあるんですね。そして実際にお金は必要なものは入るっていうふうに出てるんです。で、ただカップの10の逆っていうのがあって、どっちにどっちを感じますかって感じかな、これは。自分がどれだけ得られたかということを感じたかったら全然感じられる。ああ、これはこれだけなくしたくなかったってものはちゃんと自分が持ってた、よかったって感じで思えるし、でもそうかと思ってそうじゃなくて、もう少しなんか広い視野で考えたら、自分が何を得たかとか何を気づけたかっていうよりは、もうああ、でもなんかみんな幸せって嬉しいねみたいな、そういう感じ。自分がっていうよりも家族がとか、ここまでやってきた人生って素晴らしいなとか、そういう何を持ってる持ってないっていうその立場とか役職とかお金とかじゃなく、環境的に喜ぶ環境って今あるんじゃないかなって感じがするので、どっちに意識がいってるかなによって感じ方が違うかなと思いました。そして一番大事なオラクルとして言われているカードは、これがワンドのクイーンというカードなんですね。これとっても仕事がバリバリできる人の象徴なんですけれども、それが逆位置ということで、ご自身が仕事をしたいんだと、もしもですよ、お金を稼ぎたいんだ、仕事をしたいんだと思ってらっしゃるのであれば、稼げるんだけど、自分の理想の、状況ではないということなんですよね。で、何かこの意識が引っ張っているんです、ご自身の。で、今全体を通して私が感じるのは、やっぱり今一番言われているのは自分の内側のエネルギーなんですね。家の中だったり土台となる部分が非常に肥やされていて、やっぱりこれでよかったんだ、私はやっぱりここで生きていくんだみたいな、そういうことを感じやすい時なんです。で、その安心感の上に安心して自分のパフォーマンスができる、自分の能力を出せることによって結果いいことになるということで、何か自分が足りないからこの役職をつけば大丈夫とか、これを達成すれば大丈夫っていうことは違うんだよみたいな感じの流れだなって思いました。なんか通じましたでしょうか。ちょっとお仕事を見てみましょう。なんかこう想定通りじゃないんですよね。想定通りじゃないけど、でも結果まあいいかみたいになるってことなんですよ。だからそんなに途中をそんなに気にしなくていいってことなんですよね。ちょっとお仕事ね。カップのキング、カップ10、カップ12枚出てきましたね。そしてペンタクスの9ということで、仕事運いいです、とても。特に上司だったりとか、目上の方だったりとか、お世話になっている人だったりとかがすごく目をかけてくれてる感じがしますね。そしてやっぱりここでもカップの10っていうのが 2枚も出ていて、これとってもいいカードなんですよ。やっぱり幸せなんですね。仕事として自分が貢献したことって周りの人のすごい役に立ってるなっていうことを感じられると思います。で、さらにその上にまた新しいチャンスが来るって感じがあるので、あの表面的な仕事運じゃなくて、下から来る仕事運って感じでわかりますかね。なんか内側から来る仕事運ももっと安定した仕事運が確実なものがあるって感じで、それは自分がこれまで仕事を通して関わってきた人たちへの恩恵だったりとか、その環境に自分が貢献したよということでの自分の評価だったり、そういうのがあるから、じゃあ今のお医者さんにこれ頼みたいですみたいな感じでチャンスが来るんだなって感じがしました。
だからこれは単にラッキーで飛んでくるものじゃないってことなんですよね。自分が今まで培ってやってきた道筋の上にこの仕事のがあるっていう感じです。いいですね。ちょっと人間関係見てみましょうか。人間関係。皇帝。ソード2。ソードのページということで、関係性においては今特別何かが開かれているわけではないっていう感じですね。土台とか内側が肥やされている時だから、誰かとの関係でなんか自分が心地よくなるとか開かれるとかそういうことではないみたいです。自分の問題みたいな感じがあって、で自分自身にどれだけ自信を持っているかによって関わる関係性が変わるよっていうふうに言われてます。で今なんとなくなんですけど、大志田さんは誰かに甘えたりとかするよりもやっぱり自分の力を使いたいんだなって感じがしますね。お仕事でもいいし日常生活でもいいし、自分を信じて自分でこなしていくことによってまずそこをなんかクリアにしましょうって感じかな。例えば関係性において誰かいい人と出会わないかなみたいな感じで願っていて、ただただいい人であって愛されてルンルンとかではなく、別に誰とも出会わなくても私は私で幸せだわみたいな、そういう自分の強さとかしっかりとした自分っていうのがいた時に、相手のネガティブさにも負けないでエネルギー引っ張られずにちゃんと相手と関わっていくことができるよみたいなメッセージだなと思ったんです。で今ちょっとね、関係性無理やりなんか作ろうとすると批判したくなるっていうか、相手を今すごくしっかりと土台を作ろうとしてるお医者さんに対し何言ってんのみたいないうふうに言いたくなっちゃうみたいな、そういうのもあるかもしれないので、相手とのエネルギーのバランスっていうものをうまく保ちたいんだなって感じがしますね。均衡に保ちたい。なので自分は自分でしっかりする。それが一番なんだなって思いました。その上で必要があれば全然普通に関わると思いますし、ただ関係性においてものすごく誰かを必要としてるかというとそうではなく、自分できちんと自分を保っていくっていうことで関係性はおのずと自然とうまくいくんだなって思いました。はい、いかがでしょうか。ここまでで何か通じたよという方はぜひいいねボタンやチャンネル登録やコメントで教えてください。最後にもう一枚オラクルカード見てみますね。大志田さんの8月13日までのメッセージはこれはどうでしょうか。このカードを見て皆さんもご自身でメッセージ受け取ってみてくださいね。パーソナルガイドということで、何かやっぱスピリットファミリーということで、なんかこう家系にご縁のあるおじいちゃんだったりとかおばあちゃんだったりとか、ご先祖様だったりとか、そういうエネルギーが今すごく守ってくれてるのかもしれませんね。はい。ということで、ここまでにしておきたいと思います。皆さんちょっと暑い日が続きますが、どうぞお体に気をつけて、正しい時間をお過ごしください。今回も最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。